皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は6月上旬の2日間です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も最後までゆっくりとお楽しみください。撮影を行った時は2日ともよく晴れていました。気温は23度から24度の間で、この地方の6月上旬の平年の最高気温を6度ほど上回っていました。とても暖かい日でした。北海道の6月は草木の緑が生える季節です。長かった冬が終わり、春先の短い燃え出す時期を経て、6月になると自然界が一気に我が世の春を謳歌し始めます。前回の撮影の時にはほとんど花をつけていなかったクローバーでしたけれども、この1週間の間に一挙に満開の花を咲かせるようになりました。クローバーはこの地方では6月の主な蜜源植物です。野山で餌が豊かになるに伴って巣箱の中のミツバチの数は急速に増えています。3ヶ月前の越冬明けの頃には巣箱の中にはほんの一握りのミツバチしかいませんでした。巣板1枚の片面も埋めることができそうもないような、そんな小さなコロニーでした。こんな少女体が一人前のコロニーになるまでに本当に成長していくことができるものなのだろうかと私たちは心配したものでした。そんな小さなコロニーが今や巣板5枚にまで成長しました。この日は巣板をさらに1枚追加して巣板6枚にしました。まだまだ小さい群ですけれども、これから滅びてしまわないで発展していくであろうという希望をようやく持つことができたところです。こういう発展期にあるコロニーに対して、つまり牽制の時期にあるコロニーに対していくつかのことを行っています。これからそのことを説明します。まず餌についてです。越冬明けから3ヶ月間、私たちはずっと給仕し続けていました。しかしこの撮影の前の日に餌を与えるのをやめました。餌の与え方は、一つには給仕器の中に蜂蜜を溶かしたものを入れてあげていました。二つ目の餌は巣枠の上山の上に酒粕とビール酵母と蜂蜜の混合物を置いてあげていました。この混合物をプラスチック製の容器の中に入れて、さらに容器の口を下の方に向けながら巣枠の上山の上に置いておいたわけです。この混合物をミツバチは大好物だったようでして、盛んに消費していました。3ヶ月与え続けてきたこうした餌を、先ほど言いましたようにもう与えないことにしたのです。今回の撮影の前の日に1週間ほど前に与えた餌が空になっていることを確認しましたが、餌を追加しなかったのです。餌を与えないことにしたのは、クローバーが咲き始めて蜜源植物の葉栄え期が終わり、自然界の中にミツバチの餌が豊富になってきたからです。そして蜂の個体数も増えてきましたから、そうした豊かな餌をミツバチ自身が集めた方が良いと考えるようになったからです。発展期にあるコロニーに対して行ったことの2つ目は、オスバチの巣房を残し始めたということです。前回の撮影の時まではオスバチの有害胞子は見つけるたびに潰していました。しかし今回は潰し方に手心を加えて、全ては潰さないようにしています。いくつかは温存するようにしています。これはコロニーの数を増やすこと、つまり分蜂を念頭に置きながら行っていることです。コロニーを増やすときには交尾した女王蜂が必要です。ですからコロニーを増やすためには、新しい女王蜂の交尾の相手になるオスバチを残しておかなくてはいけません。反面でオスバチの有害胞子はミツバチヘギイタダニの温床になりますから、ダニがいないかどうかの確認は不可欠です。
なお今の私の話では、分蜂する時の新女王蜂は同じ養蜂場のオス蜂と交尾するということでしたが、しかし実際には交尾飛行に出かけた女王蜂が空中で出会うのは同じ養蜂場のオス蜂だけではありません。他の養蜂場のオス蜂も中にはいます。交尾飛行の際に女王蜂が仕込む精子の遺伝子の多様性を確保するためには、他の養蜂場のオス蜂と交尾することはむしろ好ましいことでしょう。発展期にあるコロニーに対して行ったことの3つ目は、ダニ駆除剤を巣箱から抜いたことです。もっともこれは今回行ったことではなくて、ダニ駆除剤はすでに1月半前から抜いていました。この養蜂場では昨年の夏から秋にかけて前例のない深刻なミツバチヘギイタダニの被害を被りました。そのため今年は今までやってこなかった春先のダニ対策に取り組みました。つまり3月上旬の越冬明けからダニ駆除剤であるアピスタンを巣箱の中に入れたのです。北国で早春に巣箱の中にダニ駆除剤を入れることはかなり効果的です。なぜならば巣箱の中には有害胞子がまだ存在しないからです。ミツバチヘギイタダニが蓋がついている巣房の中にいるとダニ駆除剤は全く効きません。巣房の蓋は本来はミツバチのさなぎを守るためのものなのですけれども、皮肉なことにミツバチヘギイタダニを守るための閉鎖空間を作り出してしまうのです。しかし北国の早春には蓋がついている巣房がないのですから、ダニは蜂の成虫に取り付いています。蜂の成虫についているダニに対してはダニ駆除剤は極めて効果的です。こういった春先のダニ対策が本当に効果を表したのでしょうか。あるいは以前の動画でも紹介しましたように、この生き残ったコロニーにはダニをやっつける上での特別の才能があるのでしょうか。おそらくは両方の要因が作用して、今年になってからこの養蜂場では生きているミツバチヘギイタダニの姿を見かけたことはありません。もしかしたら本当にミツバチヘギイタダニはこの養蜂場からいなくなってしまったのかもしれません。しかし油断は禁物です。ダニは私たちの目の届かないところで細々と生き続け、繁殖しているのかもしれません。この悲観的シナリオで非常に危険であることは、ダニ駆除剤を入れ続ける中でダニが細々とでも繁殖し続けると、世代を重ねるたびにダニの方に駆除剤に対する抵抗性が身についてしまうかもしれないということです。そこでこの養蜂場では先ほど言ったように1ヶ月半ほど前に、つまり4月下旬にアピスタンを巣箱から抜いたのでした。今は巣箱の中にダニ駆除剤はもうありません。春の牽制の時期にあるコロニーに対して行ったことの4つ目は、先ほども申し上げましたが、巣箱の中の巣板の数を増やしたことです。増やした結果として巣板の数は6枚になりました。蜂たちは巣枠からはみ出したところに無駄巣を作り始めていました。これは巣枠を増やしてくれという連中の合図です。ただし無駄巣とともにいつもなら作られる黄椀、つまり女王蜂用の巣房は今年の場合はほとんど作られていません。新しい女王蜂を育てて巣を分けるのは時期尚早であるということを他ならぬ蜂たちが自覚しているようです。さて、今回ここまではコロニーの春の発展期、あるいは牽制期に養蜂家が行ったことを4つ申し上げました。要約しますと、1、餌やりをやめたこと。2、オスバチの巣房を一部温存し始めたこと。3、ダニ駆除剤を巣箱から抜いたこと。4、巣箱に巣板を追加したことでした。
なお、このように言うとコロニーは非常に順調に成長しているように聞こえますが、昨年の同じ時期と比べるとやはりこの間のダニの被害の深刻さというものが浮かび上がってきます。昨年の6月上旬というと、すでにその年の第1回目の蜜搾りを行っていた時期です。しかし今年は蜜搾りなどとんでもない話です。蜜搾りどころか、撮影の前日まではこちらから餌をミツバチに対して与えていました。そして何よりも蜂群の数が昨年の春と比べて激減しています。この残された群を大事に育てて、蜂群数を少しずつ増やしていくことがこれからの主要な命題となります。はい、今回はここで失礼させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。私たちの経験が何かのお役に立てば幸いです。なお、登録高評価で応援していただけますと大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。